5.65 はリッター49よ約 49.9 だからね。約50キロよ。しかもほとんど高速道路で、ほとんど VVA 入ってるからね、高速側に。でね、こういうこと言うとね、いやニーグリップがとか言うやついるけど、いや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 、そんな6時間もずっとニーグリップできねえだろっつうのよ。あれなんですよ。要するに男の子の場合、キャン玉があるじゃん。キャン玉袋のところをぐっとこうシートに押し付ける形になるわけ。そうすると慣れてないと痛いのよね。どういう風に痛いかっていうと、ハンドルがね低いだけならいいんだわ。けど残念ながらこの子は低いし遠いよということもあり、6時間半走って消耗しているところは2箇所ですね。まずははい、おはようございます。マサチャンネルのマサです。今日もですね、埼玉県さいたま市サイクルロード伊藤さんでですね、されている元オークレンタルでお世話になっております。今日はですね、こちらですよ。やばくないですか、このかっこよさ。YZF-R15 です。155cc のエンジンですね。これはですね、もともと XSR150-155 か、それから WR155 みたいな感じで海外モデルに積まれていたもうめちゃくちゃ素晴らしいエンジンで、可変バルブのついたエンジンですね。僕ね、勝敗器量こそね、こういう機構にしたらね、すげえバイクができるんじゃないかなと思ってたんですけど、実際ね、3年前に WR 乗ったんですけど、やばかったんですよ。マジでやばくて、こんなに上突き抜けるほど回るんだみたいな、そのね、同じエンジンがこの形に乗ってたらさぞかしすげえんじゃないかなっていうことでですね、今回お借りしたのと、それと見てください、このカラーリング。やばいでしょ、これ。かっこいい。お好きじゃないこれ。やばいよね。そしてですね、まだ、またがってもいません。シート高 815mm。R15、どうなんでしょうね。まずエンジンをかけてみます。155出たね、今。ちなみに125は125って出ます。VVA、バリアブルバルブアクチュエーション書いてありますね。エンジン音はね、まあ普通の単気筒のね、150cc ぐらいのバイクかなという。やっぱレスポンスがいいよね。パワーは19馬力。そしてですね、125は15馬力です。この4馬力。しかもね、4馬力の違いなんですけど、重量度が変わらず141キロしかないんですよ。相当軽いんじゃないかなっていうふうにね、思うんですけどね。それではですね、またがってみたいと思います。シート高815、結構気になってる方多いんじゃないですか、この815っていうちょっと高めのシート高ね。これはね、足つき取り回しチェック、こちらの方でね、見ていただけるといいと思います。概要欄にね、貼り付けてあるので、ちょっと見ていただけると、どのくらいつくかなっていうのはわかると思います。そしてね、せっかく高速乗れるんで、今日はね、高速で100キロぐらい走っちゃおうかなと。往復で200キロぐらい走っちゃおうかなというところでございます。タンクもね、11リットルかな、入るんでね、相当余裕があると思うんですよね。燃費もいいしね、軽い。そして足つきもね、両足でもう母子球でったりついてるから、かかとまではつかないですね。片足だとかかと、まあつこうとはつくけどね。よし。出た。カゴーンですね。これオドメーターゼロになってるのかな。ゼロになってますね。よし、行きましょう。ちょっと待って。これがね、意外とね、見づらいんだよね、後ろがね。ちゃんと設定しとかないとね。よし、じゃあいつもの岡田さんに挨拶して、お借りしまーす。はーい。よし、行きましょう。行ってきます。
これはね、なかなかのポジションよ、これ。低いだけじゃなくて遠いね、これ。ただね、乗り始めてびっくりするのは、155っていう頭があるからね、そういう風に感じるかもしれないけど、下がめちゃめちゃ強い。めちゃめちゃ乗りやすいよ、これ。で、さっきコーナーをね、曲がったじゃないですか。コーナーっていうか、交差点曲がったじゃないですか。あの時もね、なんか、この手のバイクって軽すぎて、すごいね、倒れ込みも軽いのよ。だからちょっと怖いんだよね。ちょっとね、GSXR 乗った時に怖かった思い出があって、だったんだけど、全然怖くないね。なんか安定志向なんだよね、実は。クラッチ軽っ。しかもね、125もね、そうなんですけどね、アシスタントスリッパークラッチ入ってるんですよ。それもすごくないですか？これ必要かなって僕思うんだけど、実はね、125乗った時に、峠でね、その必要性というか、うわ、これあったらすげえ楽だわって思いましたね。なので、ね、その辺もね、今日もやっていきたいと思うんですけども、いや、なかなかの前傾だぜ、相変わらず。そうね、足つき見えるかな。かかとまではね、片足ポンって出した時に、ポンってだよ、出した時に、かかとから設置しようかなっていう気持ちにはならないんですよね。なぜかっていうとね、これね、ステップ位置かな。もちろんね、この手のバイクなんで、ちょっとバックステップにはなってるんだけど、それでもね、やっぱりかかとじゃねえや、ふくらはぎにちょうど設置するような場所にね、出てるんですよ、ステップが。だからどうしてもステップの先にね、足をつくような形になりますね。これはね、仕方ないんですけどね。やっぱりね、ちょっと125と比較をちょっと言っちゃうと、出だしのトルク感が全く違うね。やっぱ4馬力の差っていうのは、回した4馬力の差っていうのももちろんあると思いますよ。高速が伸びっていうのもあると思うけど、それよりもやっぱりね、街中のこのちょっとこうスタートしたり、このくらいのなんていうんですか、2000回転3000回転とか、このくらいがやっぱり全然違うね。特にスタートの時にワンツーの時はちょっとワンツーもすごいね、下強くて乗りやすいんだけど、ちょっとね、今信号赤だからやりますけど、こうふわってこういった時ね、この時にやっぱりワンツーはそこそここうちょっとこういう感じでいかないと、回していかないと、ちょっとなんか演奏しないんだけどね、ちょっと怖いなって感じがあったけど、これはそんなに吹かさないでも、こうふっとこう、要は半クラつないだ後にアクセル開けるみたいな、そういうあんまりこう回転数上げない乗り方も全然できますね。今ポン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 ってギアアップして5速まで入ってるんですけども、約50キロぐらいで、5速で50キロで4000回転です。6速でも全然走れると思う。全然問題ないね。これで50キロで6速で3500回転です。3500回転だよ。 155cc の3500回転。ちなみにレッドゾーンは1万1000からだね。そのね、エンジンの3分の1しか回ってない領域で、これで開けますよ。せーの、ポン。もうグイグイいくからね。恐ろしいよね。ほんと恐ろしい。だからよっぽどこの低速側のカムと高速側のカムが役割をしっかりこうこなしているというか、通常だったら低速も高速もそこそこいけるような美味しいとこ取りのカムが入ってるわけですよね。だからやっぱりこの手のエンジンだったらやっぱり高速回したいからちょっとハイカム気味のが入ってたりとか、そうやって下はちょっと薄くしても回った時に気持ちいいですよみたいなエンジンを作るのか、それともね、125でもあんまりこう上は回らないけども下がすごく強いですよっていうエンジンを作るのか、いろいろそのバイクのコンセプトとかによって低排気量って、特に低排気量はいろいろやっていかないといけないと思うんですけどね、コンセプトに基づいたエンジン作りっていうのがあると思うんですよ。ただね、これは
低速側は低速側に振ったそのセッティングになってるわけですね。だから下がめちゃめちゃ強いわけですよ。じゃあ高速回りませんかって言ったら、さっき言ったようにバルブが切り替わっちゃうわけで、高速側に。そりゃね、すごいと思いますよ。で、どっかね、YSP の、有名な YouTuber さんが何年か前にこの VVA の、説明をしてるのね、NMAX かなんかで。で、それをね、見たらね、そんなに難しい構造でもないのよ。なんかホンダの VTEC みたいに、なんか2バルブ、4バルブ切り替えますみたいなね。それよりもね、もうちょっとこう、シンプルな構造で高速側に切り替わるから、壊れづらいとも思うし、で僕実はVFR800X っていうバイクを乗ってるんですけども、高速側のカム、2つのカムっていうのがなかなか開かないのよね、800cc になっちゃうと。そうするとそこにカーボンが溜まって非常にエンジンコンディション悪くなる。だからたまには回してくださいって言われたんだけど、これの場合には例えばこう VVA なんかなかなか入れなくても、もともとカムは開いてるわけで、バルブは開いてるわけだから、その VVA に入れないとしても劣化っていうことはあんまないと思うんですよね。ちなみに街中をね、このくらいのスピードでだらだら走ったら VVA なんか入ることなんかないですよ、ほとんどね。ポン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 シフトアップしてしまったらの話ですけどね。アクセルもね、非常に軽いで、変なこう SS みたいなこうクイックすぎる、例えばエンジンレスポンスが良すぎて扱いづらいとか、エンジンレスポンスが鋭くて扱いづらいって、僕はCBR650R でね、CB650R を乗ってた時に、やっぱこうポンポンって吹けちゃうから、すごい半クラとかやりづらいかったんですよね。まあでもそれがそういうもんなんですけど、それ慣れろってことなんですけど、これは低速のところもそのぼかしてあったりとかして、ポンって開けてもね、こうポンってなんかすごくレスポンスよく吹けたりとかしないから、ちょっとこうダルに作ってあるんですよ、うまく扱いやすく。その辺もあって発進もしやすいし、こんな小排気量なのにね、アシスタントスイッパークラッチ入ってたりとかして、すごく軽かったりとかで、シフトもねすごくこう気持ちよく入るし、リアブレーキもねそこそここうしっかり効くんですよ。でフロントブレーキもね、そのなんかこういうバイクにありがちのドッカン効きしないし、初期のタッチが非常に優しいし、もう扱いやすさしかないと思うのこれね。ただやっぱり問題となってくるのは、やっぱこのライディングポジションですよね。特に155を買おうとしてる人は、ちょっとツーリングでも高速乗れるから使って遠くまで行きたいなとかって思ってると思うんですよ。なのでちょっとしたツアラー性能がどうなのかな、このポジションがね相当厳しいと思いますよ、このポジション。それからね、ちょっと気になってるのがミラーだね。ミラーが非常に後ろ見づらいです、これとか。それからやっぱ長距離走った時にこう燃費いいと思うけど、この燃費性能とか、それからこのねそんなに良くない足つき、僕は全く気になるんですけど、こんな軽いバイクでねつま先とかついときは OK じゃんって思うけど、気になる方は気になると思うので、その辺も含めて今日だから赤城山まで行って帰ってきて、250キロぐらい乗ると思うんですよ。時間にしたら多分6時間7時間乗るので、それでマサチャンネルの体がどういう風にダメージしてるか、それから高速だけでも100キロ以上走るから、高速道路での巡航性能とかそういうのはどうなのかっていうところも含めてですね、最後に走行後に切り替えて、そしてねまた報告したいと思うので、一旦走行後に画面を切り替えます。そしてですね、高速道路ワインディングに関しては別動画で上げてますのでご覧ください。概要欄に貼り付けてあります。それでは走行後にワープ。まさちゃんの動画。はい、ということで走行後にワープいたしました。おめでとうございます。ですね、本日はですね11時から乗ってます。10時からです。すいません。11時、12、1、2、3、4、4時半だから6時間半乗ってます。今日は走ったぜ。悪いけどただいまの走行より277キロです。やべえ走った。ほとんど高速だけどね、高速乗れちゃうよこれ。まずでその話はねちょっと
高速道路インプレッションの方、ちょっと見てください。ちょっと内容濃すぎて。簡単に、一言で言うと、V スト25あるじゃないですか。V スト25より速いです。ごめんなさい、V ストの方。でもしょうがない、事実だから。V スト25より速いと思ってもらえば、どんだけのポテンシャルをこの子がね、このエンジンが持ってるかっていうのは分かると思います。詳しくは高速道路インプレッションを見てください。そしてですね、マサチャンネルの体がこんだけ走って6時間以上走ってどこがきついのかは最後に伝えるとして、まずネガな部分からね一つ一つお伝えしたいかなというふうに思いますが、ですね、まずねちょっと RE125 と被ってる部分もあるので、同じことを言ってる可能性も高いですが、そっちの動画見た方はね、同じじゃんって思わずに聞いていただいたらありがたいかなと思います。まずね、ミラーなんですよね。ミラーがすげえ見づらいです。これやっぱり短いんだろうね、アームがね。ただこれ以上広げようと思ったら、ちょうどもうこの幅なんだよ多分ね。広げようと思ったら車体の一番外に出るから相当邪魔になっちゃうのかな。もう高い位置にするとか、そしたらかっこ悪いもんね。だからまあこんなもんなのかなと思うんだけど、例えばここからね後ろ見たいじゃないですか。そうするとやっぱ腕が映るんですよ。だから腕をこう持ち上げるとかして脇の下から向こう見ないといけないみたいな感じの工夫が必要だと思います。ネガな部分ね、そんなもんじゃないそれだけかいって。だってもう全然ネガないもんこの子。あとポジションだよね。言っちゃう先に。ポジションはでもさ、ネガというかこれ SS じゃん。しょうがないとは思うんだけど、ハンドルがね低いだけならいいんだわ。で低いだけだったのは ZX25R とか ZX4R とかは低いだけだったのね。遠くないのけど、残念ながらこの子は低いし遠いよ。低いし遠いということもあり、やっぱり今マサチャンネルの体が一番消耗しているところ、6時間半走って消耗しているところは2箇所ですね。まずは手首、手のひら。これはね、だってこんなさ、こんなグリップだよ。こんな細いグリップをよ、6時間にわたりずっと上から押さえつけてるわけじゃん。でね、こういうこと言うとね、いやニーグリップがとか言うやついるけど、いやいやいや、そんな6時間もずっとニーグリップできねえだろっつうのよ。多少やっぱりこうバイクに体をねこうふっと預けてるようになるとは思うんですよ。そうするとやっぱりね、ここで言うとこれ母子球じゃん。でこっちでね小子球って言うんですよ。でこのね角度上どうしてもね小子球の方が設置するその圧が強いんですね、外側の方が。そりゃそうだよね。内側がこう設置するってことはあんまなくて、やっぱ自然なこう体の流れから言うと小子球の方が強く設置すると思うんですよ。なのでこのね小子球の方が非常に痛いです。それとこの生命線のところ、ここがね非常に痛いです。それと手首、特に右手開けたり閉めたり開けたり閉めたりしてますからね。なので右手の手首、これ痛いです。もうねこうやってやりたくなるっていうかやってる。で左手に関してはもうクラッチがね、もともとこのぐらいのクラスだったら軽いのにもかかわらず、さらにアシスタントスイーパークラッチ入ってるぐらいだから、この角度でギュン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 握ってるとやっぱり痛くなるんですよ。だけどこれはねやっぱテクニックでちょっとこう触れるぐらいにしてギアチェンするとかいろんなやり方があると思うんですけど、こんだけ軽かったらまあずっとこうやって根元まで握ってたら痛くなるとは思うけど、そういう風にはならなかったです。なので手首が痛いのは右手。そしてね、やっと今起きれたんですけど、首ですね。これ首はね、いや当たり前なんだよ。こう前傾してる状態で普通に見たらここじゃん。それをグッてこうやって首持ち上げてるから、それは首のね裏側の筋肉をめっちゃ使いますよ。それから肩、首肩ですね、その辺の筋肉を使ってこう起こしてるわけだから、首を。そりゃ痛いのは当たり前なんだけど、
10時から乗って赤城山に着くぐらいだから、どうだろうな、10時、12、1、1、2、2、2、2時ぐらいかな。だから3、4時間ぐらいはなんか俺これいけんじゃねえのって思ったんだよね。だけど帰りに一気に首に来たから、だからやっぱりね、半日ぐらいのツーリングだったら全然平気。でも初めて乗ってるっていうか、こういう姿勢のバイク僕慣れてないので、もしかしたらこのバイク乗り続けて慣れたらそこまで痛くならないのかもしれないけど、やっぱりね、物理的に首を持ち上げてなきゃいけないから、やっぱり痛いと思います。で、物理的に持ち上げなくてもいい方法っていうのがあるんだよ。それはね、骨盤をなるべくこう前に倒しちゃうの。前に倒して、要するにこう背骨がね、ちょっとこういう風に反ってるような状況を作るのね。で、そうすると首が上にストンって乗るじゃない。そうしたら首は疲れないと思う。今この姿勢がそうなんだけど、僕ね、YouTube でなんかすげえ登録者数いるはやぶさ乗ってる女の子いるじゃん。あの子がはやぶさでとんでもねえ距離走るんで、なんかライディングポジションにコストコあるのかなと思って結構見たときに、やっぱり女の子特有なんだけど、背筋がクーってこう反ってスッて頭が乗っかってんのね。あれはね、多分首は疲れないと思う。その代わり手首にかなり負担がくるんじゃないかなと思うんだけれど、男の子の場合この姿勢になりづらいんですよ。で、なぜなりづらいかっていうとね、よく僕長距離ツーリング行ってお尻が痛くなる人こうだよって話をたまにするじゃないですか。足つき悪いのはこういうことですよっていう風にお話しするじゃないですか。あれなんですよ。要するに男の子の場合、キャン玉があるじゃん。キャン玉袋のところをぐっとこうシートに押し付ける形になるわけ。そうすると慣れてないと痛いのよね。で、どういう風に痛いかっていうと、たまたまちゃんがこう中に入るような痛さなのよこれね、メンズ限定ですいませんね、ちょっとねメンズ限定なんだけど、これね分かんないで女の子言っても、なんかさ、たまたまちゃんがさ中に入っちゃう時あるじゃん。ああいう感じの痛みが来るの。でもその角度になってれば背筋がねこうちょっとくるっと反って頭がストンって上に乗っかってくる姿勢になれるのね。で、そういう風にしてると首はだいぶ疲れないと思う。ロングツーリングの時とかはそういうこう自分が疲れないうまいポジションっていうのをね取るしかないんで、ずっとニーグリップとか無理だから、そういう風にしていけばある程度ロングでも首が痛くならなくなるかなみたいな予感はあるね。予感だよ。で、お尻に関してはやっぱりそのたまたまちゃんのさ、キャン玉袋ちゃんの方にこう倒れた姿勢になるじゃない。なんでお尻は痛くならないんだけども、これね走ってる時はあんま感じないんだけど、意外とねやっぱりね結構バーッと走って手離すとしびれてるから振動がねそこそこあると思うの。でもそりゃそうだよね。 155cc のバイクがね7000回転でずっと100キロで走ってりゃね、それはね振動来るよ。そんでその振動はシートを伝わってですね、キャン玉袋を直撃するわけです。なので止まるとね、止まってこう起きるじゃん。そうするとそこのキャン玉袋のその裏筋と言われてるところがねちょっとこうしびれてるような感じになるのね。で、ここに圧がずっとかかってるからかもしれないし、振動が来てるからかもしれないし、分かんないけど、それはねあるよ。やっぱり慣れるしかないっちゃ慣れるしかないんだろうけど、ただそれによりお尻のね、要は直立のバイクとかでお尻が痛くなるというところはですね割と大丈夫です。っていうのはこんだけの前傾だから手首さんにもかなり体重が分散されてるっていうことなんだよね。まあそのくらいかな、ネガな部分痛だね。じゃあ給油しましょうか。最後の燃費報告しましょう。そんでね、ここでね皆様にですね驚愕のお知らせがあります。まさちゃんの動画。ガソリン入れるんですけども、見てください。今の時点で282キロなんですけど、見えますか。1、2、3、4、5、6、7メモリあるんですけど、3メモリしか使ってないのこれ。これ8メモリ？何メモリかな。とにかくまだね
半分ぐらい、半分減ってないのよ、これ。多分7メモリの半分、7メモリの3メモリ使ったのかなっていうぐらいで、これ半分のこうちっちゃい矢印があるから、半分使ってないです。282キロ走って。どうですか、この恐ろしい感じ。だから、つわらになり得るって言ってるんですよ。これはパッチンで焼くやつ。はい、パッチンですね。よいしょ。あ、これ入れやすいな。タンク容量は11リットルです。ね、半分ぐらいしか減ってないからね。何リッター入って燃費がどのくらいなのか、めちゃめちゃ興味がある。しかも今日ほとんど高速だから、ずっと VVA 入ってるからね。高速側に行ってるからね。よし、ちょうど鉄板のところですね。ほんと半分だよ。5.65 だから、もうちょうど半分。282.1 キロ割る 5.65 はリッター49よ。約 49.9 だからね。約50キロよ。しかもほとんど高速道路で、ほとんど VVA 入ってるからね、高速側に。だから本当に多分僕が思うに VVA に入んないように、これね、高速道路のインプレッション見てもらうと分かるんですけど、90キロ後半で VVA 入るんですよ。でそれ入らないで低速側のカムで走ってたら、多分60走るよ、これ。もうやばい、もう怪物すぎてやばいわ、これ。そして282キロでしょ。 5.6 ってことは、まああと3リットルは大事だろうね。つうと、どう考えても、まあ、500キロぐらい走っちゃっても多分大丈夫だぜ、これ。高速で淡々といったらやばいね。化け物すぎるわ。ポジションさえ OK だったらもうツアラー要素満載なんで、なんかこうちょっとアップハンドルの仕様とかにするようなキットが出たら、結構それに飛びついてもうロンツー仕様とかにしたら、もしかしたら楽しいかもしれないね、これね。ということでですね、 YZF-R15 ですね。エンプレ動画はね、これで終わりになるんですけども、まあ、この動画はね、ファーストタッチ総評燃費報告というね動画になるんですけども、この他にワインディング、それから高速道路もね、ワインディングも見ものだぜ。とにかくやばかったからね。そして足つき取り回しチェックは R125 の時にやったので、まあ、共通の車体ですから、そちらを見ていただこうと思います。全部ですね、概要欄に貼り付けてございますので、見ていただきますと YZF-R15 に関しては全部わかると思います。そしてですね、一つね、僕ヤマハさんにちょっとお伝えしたいことがあるんですけど、まあ聞いてないと思うけどその WR をこのエンジンすごいっつって乗ったんですよね、3年前ぐらいに。でその時はすげえなっていう感想しか持たなかったんだけど、いざこれ乗ってみたらね、なんか僕思うんですけど、ちょっと進化してるような気がするんですよね、その3年前のこのエンジンと。やっぱりこう排ガスを通さなきゃいけないから、8BL でしょ今、ユーロ5で、前回のは通ってないから、その通すのにあたっていろんなところをまたチューニングしたと思うんですよね。通すのだけでも大変なわけだから、相当すごくなってると思うのね。最も言いたいこと、オフ車ですよ、オフ車。今さ、ヤマハってオフ車テネレしかないのよ。でテネレってまあオフ車っていうか、もうちょっとでかすぎるでしょ。アドベンチャーバイクっていうカテゴリーだと思うんですよね。だからオフ車って1台もないのよ、ヤマハさん。セロがねなくなった今。そんでね、ベースにねWR155 があるわけじゃないですか。なんであれをセロみたいにして売らないのよ。セロの25より下手したらこっちの方が走るぜ、この155のエンジンの方が。でセロをつって作ったってさ、140キロ台でできるでしょ。コンパクトでさ、いいフレームにしてさ、いい足回りにしてさ、このエンジン使ってセロを作ってくださいよ。それもね、WR155 はシート高888なんですよ。結構高いんだけど 1G の沈み込みがすごくあって、足がしなやかで、僕でも乗れるの、164センチの僕でも。だから 888cc の888ミリの
普通のハイシートと、それと今までのセロと同じ 830mm とかのローシート仕様ね、ローシート仕様って言わないのか、ローダウン仕様だね、をね、ぜひ作ってくださいよ、ヤマハさん。もったいないって、こんなに素晴らしいエンジンのこんな素晴らしいオフ車があるのに、ぜひね、ベース車があるんで、セロをね、このエンジンで復活させてほしいなと思いますよ。そんでね、なんでセロは200じゃ250じゃねえんだよとかって言ってくるでしょ、おじさんたちは。いいんだって、そういうおじさんたちは。ほっとけば。もうね、セロは155ですよって。いいじゃん。だってもう俺がもう証明したから。ね、これ夢の中だけど、140キロ出ちゃうわけですよ。でね、CRF250 もね、そんなもんなのよ、最高速。こっちの方が空力がいいからスピードが出るのは分かるけど、あんま変わんねえと思うよ。確かにね、CRF は速かったけどね。速かったけど、いや、セロなんて、そんな最高速なんて求めてねえって。もう林道行ったりとか、取り回しが良くて、足つきが良くて、コンパクトで、フルサイズのオフ車じゃないね、ちょっとこうセミサイズというか、ちょっとコンパクトなオフ車欲しい人たくさんいると思いますよ。なのでね、ヤマハさん、ぜひ WR155 の車体使ってセロの復活をお願いします。それではね、レンタル元奥レンタル大宮差し置き店サイクルロード伊藤さんに戻ってきました。それではマサチャンネル、これにてさようなら。